除名天皇の御代、西暦で言えば637年のことです。ある日、空に大きな音が轟きました。雷のような、それでいて雷とも違う音が東から西へと空を裂いて走っていく。人々は空を見上げました。そこには光るものが尾を引いて流れていきます。これはただごとではない。人々がざわめき始めたその時、かつて海を渡り中国で学んだ一人の僧が言いました。これは流星ではない。あれは天津狐であると。天狗。私たちが思い浮かべるのは、赤ら顔に高い花、山伏の装束をまとい、羽うちわを持つ山の偉業かもしれません。しかし、この国で最初に記録された天狗は、そのような姿ではありませんでした。長い鼻も、羽うちわもまだなかった。それは空を流れる一筋の光だったのです。今回たどるのは、その長い変容の道のりです。中国で空を駆け下りる天の犬として生まれた天狗が、なぜ日本で仏を妨げる偉業となり、やがて破れた帝の怨念をまとい、山の主へと姿を変えていったのか。その変化の中には、日本の人々が何を恐れてきたのかが静かに刻まれています。天狗という言葉は日本で生まれたものではありません。その故郷は古代の中国です。そしてそこでの天狗は山の妖怪でも鼻の高い偉業でもありませんでした。これまでの偉業祈祷で何度も訪れてきたあの書物、仙外経。その青山経に天狗という名の獣が記されています。しかし、その姿が後の天狗に直接つながるわけではありません。むしろ、天狗の名をより深く決定づけたのは別の書物でした。中国の歴史書、史記、その天官書、星々と天の異変を記した章に天狗はこう現れます。天を走る流星のようなもの、それが地に落ちるとき、大きな音を立て火を放つ。大気圏に飛び込んだ火球はしばしば地表近くで爆発し、轟音とともに空を裂きます。古代の中国の人々はその光景をこう見立てました。天を吠えながら駆け下りる一匹の犬、それが天狗。文字通り天の犬だったのです。そしてそれはただの天体現象ではありませんでした。天狗が現れるとき、地には戦乱が起こる。血が流れ、災いが降りかかる。天狗は矜持をつける不吉な星。人々が恐れた強星だったのです。この天の犬が海を越えて日本に届きました。冒頭の637年の出来事。空を流れた光を天津狐と呼んだあの記録は、日本書紀に残されています。中国で学んだ天文の知識をもとにある僧が、あれは天津狐だと告げた。この時、日本の天狗は中国の強星の姿をそのまま受け継いでいました。空を走り、矜持をつける天の異変、地に降りるのはまだ先のことです。中国で天の犬だった天狗は、日本に渡って不思議な変化を遂げます。犬ではなく鳥になっていったのです。ただし、日本の天狗はすぐに鳥になったわけではありません。日本書紀の天狗には、後に天津狐という読みが与えられました。天の狐。平安の頃には人を惑わし化かす狐のような怪異としても語られています。そしてさらに時代が下ると、空を駆けるという性質が今度はとりわけトビやカラスの姿へと重なっていったのです。なぜ天狗は鳥になっていったのか、はっきりとした理由はわかりません。けれど一つ考えられることがあります。天狗はもともと空を走るものでした。その飛ぶという性質がやがて山に住み空を舞う鳥の姿と重なっていったのかもしれません。中世の軍記物語、平家物語、その流れを組む物語の中に天狗の姿がこう語られています。人のようでいて人ではない。鳥のようでいて鳥でもない。犬のようでいて犬でもない。手足は人、頭は犬。左右に羽が生え飛び歩くもの。人と犬と鳥。そのどれでもありどれでもない姿がここで天狗に与えられました。平安の世から天狗は山の怪異と結びついていきます。山中で突然木を切り倒すような音が響く。けれど朝になっても倒れた木はない。夜の山に人の笑い声がわけもなく聞こえる。どこからともなく石が飛んでくる。姿は見えず、ただ音だけがある。
山に潜む見えない気配。それを人々は天狗の仕業と呼びました。やがて天狗の姿は一つに分かれていきます。一つは後のようによく知られる赤ら顔で鼻の高い大天狗。そしてもう一つがカラスのようなくちばしを持ち、背に翼を覆うガラス天狗です。この鳥のような天狗の姿にかつての飛ぶものの記憶が残されているのかもしれません。ずっと後の江戸時代のこと、国学者の平田篤胤は天狗の姿についてこう書き残しています。天狗は元は様々な鳥に化けるものだが、中でもわしが化けたものが多いと。天の犬はいつの間にか山の鳥になっていました。その変化がいつどのように起きたのか、それをはっきりと言える者はいません。ここで一度立ち止まってみたいことがあります。日本には天狗の他にも人々を恐れさせた大きな異形がいました。鬼です。天狗と鬼。この二つはよく似ているようでいて、実は全く違う場所から現れました。鬼は疫病とともに語られました。都に病が流行るとき、そこには鬼がいる。鬼は方位とも結びつきました。牛虎の方角、鬼門から災いはやってくる。そしてその鬼を払い退ける役目を担ったのが陰陽師でした。鬼とはいわば陰陽道が向き合う災いの象徴だったのです。では天狗はどこに立っていたのか。天狗が妨げたのは疫病でも方位でもありません。天狗が立ちはだかったのは仏の道でした。僧が経を読む。修行者が悟りを求める。その時天狗は現れて修行を妨げ心を惑わせる。天狗は仏道の敵、すなわち仏敵として寺や僧の世界で語られていったのです。仏教には魔縁という言葉があります。仏の道を妨げる悪しき縁。修行者を惑わし悟りから遠ざける魔の働き。天狗はこの魔縁の一つとみなされました。ここに鬼とのはっきりとした違いがあります。鬼が陰陽師の向き合う災いだったのに対し、天狗は仏教の内側から生まれた敵だった。そう整理してみることができるのです。もっとも鬼と天狗の境は常に明確だったわけではありません。両者の姿が重なり合う場面も少なくありませんでした。そして中世の仏教的な説話の世界は天狗に独特の居場所を与えます。天狗道。仏教では生き物は死後6つの世界に生まれ変わるとされます。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天。これを六道と言います。ところが天狗が落ちるとされた天狗道はその六道のどこにも属さない。仏の教えを知りながら慢心した者、己の知恵を誇り人を侮った僧や修行者、そうした者は地獄にも落ちず、かといって救われもせず、六道の外にある天狗道へと落ちていく。天狗とは外から来た怪物ではありませんでした。仏の道を歩みながらその途中で傲慢に飲まれた人間、その慣れの果てだったのです。やがて中世も深まる頃、天狗に落ちるとされたのは名もなき僧だけではなくなります。興福寺、東大寺、延暦寺、恩成寺、そして当時の僧や山伏、遁世の者たち、時の世を動かした名だたる大寺院の僧侶たちまでもが己の寺を誇り慢心するがゆえに7つの天狗に落ちるのだと鎌倉時代の絵巻天狗草子はそう描きました。天狗の物語はいつしか栄えすぎた宗教そのものへの静かな批判をも映し出すようになっていったのです。この天狗道の思想は山で修行する人々、修験道の世界と深く結びつきました。山にこもり厳しい修行を積む山伏、その姿はいつしか天狗の姿と重なっていきます。赤ら顔に高い鼻、山伏の装束、背には翼。私たちの知る天狗の姿はこうして山の信仰の中で形作られていきました。見えない強制は仏の敵となり、そして山に住むものとなったのです。仏を妨げ山に住むようになった天狗は、やがてもう一つの顔を持つようになります。破れた者の怨念、世に背を向けられた者の呪い、その最も有名な物語が一人の帝をめぐって語られました。崇徳上皇です。崇徳上皇は平安の世の終わり近く、皇位をめぐる争いの中にいました。実の父に疎まれ、弟に皇位を譲らされ、
やがて方言の乱に敗れます。そして遥か西、讃岐、今の香川県へと流されました。讃岐での日々の中で崇徳上皇は仏に救いを求めます。3年の歳月をかけ、5つの経典の写本を書き上げました。戦で死んだ者たちの供養のために、そして自らの反省の証として、完成した写本を都の寺に収めてほしい。崇徳上皇はそう願い朝廷へと送りました。しかし、都はこれを拒みました。呪いが込められているのではないかと疑い、写本をそのまま送り返してきたのです。軍記物語、方言物語は、この時の崇徳上皇をこう描いています。激しい怒りに崇徳上皇は自らの舌を噛み切った。そしてその血で写本にこう書きつけたと言います。日本国の大蔓延となり、公を取って民となし、民を公となさん。私はこの国の大いなり蔓延となろう。天皇を民に貶め、民を天皇に引き上げてやろう。そして髪も爪も伸ばし放題にして、生きながら天狗の姿になっていったと伝えられます。ここに先ほど見た蔓延という言葉が再び現れていることに気づきます。仏を妨げる蔓延が今度は世の秩序そのものを覆す呪いの言葉となっていました。崇徳上皇が世を去った後、都では不吉な出来事が続きます。都の3分の1を焼いた安元の大火、延暦寺の僧たちの豪訴、そして獅子ヶ谷で発覚した陰謀、後白河に近い人々が次々と倒れ、社会の安定は崩れていきました。これは崇徳上皇のたたりではないか。人々の間にその噂が広がっていきます。恐れた朝廷はそれまでの讃岐院という呼び名を崇徳院と改め、その霊を慰めようとしました。時代が下り南北朝の動乱の頃、軍記物語太平記に忘れがたい一つの場面が描かれます。ある山伏が迷い込んだ先でおぞましい宴に出くわす。そこには世に敗れ無念のうちに死んだ者たちが天狗となって集っていました。そしてその上座に座していたのが大きな金色の鳶の姿をした崇徳上皇です。悲運の帝、恐るべき武士、不遇の僧、歴史に名を残しながら世に背を向けられた者たちが魔王のもとに集い天下を乱す相談をしている。ここに天狗のもう一つの正体が現れています。天狗とは破れたもの、世の秩序から外へと弾き出されたもの。第二章で見た鳥の姿と第三章で見た魔縁という言葉がこの金色の鳶の下で一つに結ばれていました。ただし崇徳上皇が本当に世を呪っていたのか、それはわかりません。別の書物今鏡にはハイルの地で崇徳上皇に怨念のような様子は見られないと記されています。血で書かれたというあの写経も本当に存在したのか疑う説があります。歴史学者の山田裕二はあの結書の経典は実際にはなかったのではないかと論じています。崇徳上皇を恐ろしい大蔓延にしたのは、あるいは崇徳上皇自身ではなく、そのたたりに怯えた後の世の人々の心だったのかもしれません。山に住み敗者の怨念をまとった天狗、その天狗が近代に至るまで実際に出会える山の死として語り継がれてきたという事実があります。ここでは2人の人物をたどってみます。1人目は江戸時代後期、文政年間の江戸に現れた一人の少年です。名を虎吉。人々は彼を天狗小僧と呼びました。虎吉は不思議なことを語りました。7つの頃、不思議な老人に誘われ、小さな壺のようなものに乗せられて、日立の国、今の茨城県の岩間山という山へと運ばれていった。そこで杉山正蔵という山人のもとで術や学問を教わったと。そしてここからが奇妙なのです。虎吉は一度きり消えたのではありませんでした。ある時ふっと姿を消し、何日かしてまた戻ってくる。家の者が探してもどこにもいない。気づけばひょっこりと帰っている。その留守の間、虎吉は山と江戸の町とを何度も行き来していたといいます。そして戻ってきた虎吉は、たった一日ではとても行けないはずの遠い土地のことを事細かに語ってみせる。その地に立ったものでなければ知りようのないことをことも投げに口にするのです。この少年にある学者が強い関心を寄せます。国学者平田篤胤。篤胤は虎吉を自らの家に引き取り、山での暮らし、術、異界の様子を事細かに問いただしていきました。その問答を一冊にまとめたものが宣教遺文です。異界の食べ物、異界の文字。
山に住む奇妙な獣たち。虎吉の語る世界は奇妙で細やかで、そして不思議なほど揺らぎがありませんでした。篤胤はその話にすっかり夢中になったと言います。そしてもう一人、時代はさらに下って近代、天狗の初さんと呼ばれた戸川初次郎という人物です。初次郎は明治の世、三重県の桑名に花屋の長男として生まれました。9つの年の冬のことです。その年、実の母を亡くしたばかりの初次郎は、父と新しい母に辛く当たられていました。ある夕暮れ、用事を追いつけられ、夕方から歩いて半日もかかる遠い村へ、たった一人で行かされることになります。幼い初次郎が暗い川沿いの道をとぼとぼ歩いていると、後ろから名を呼ぶ声がしました。振り返ると、背の高い白髪の老人が立っていたといいます。老人はこう言いました。初次郎、お前は本当にかわいそうな子だ。これからはわしが親の代わりになり守ってやろう。老人と共に歩くと半日かかるはずの道のりをわずか1時間ほどでたどり着いてしまった。幼い初次郎はそれを不思議に思ったと言います。それから初次郎は20日余りこの老人と旅をすることになります。伊勢、京都、奈良、大阪、大峰山、御嶽、遠くは讃岐の金毘羅宮や出雲大社まで、当時の足ではとても巡れるはずのない距離です。夜は神社や寺の軒下、あるいは山の大木の根元で眠り、食べ物は老人が腰の袋から取り出す白い粉。それを耳かき一杯ほど口にすると、それだけで腹は満ちたと言います。20日余りの後、初次郎は家へと帰されました。人々は彼を天狗にさらわれた子と呼ぶようになります。老人は去り際にこう告げていました。悲しい時には多度の方角に向かってわしを呼べ。そうすれば必ず力になってやる。その言葉通り、初次郎が老人を呼ぶと、老人は不意に姿を現したと言います。そして菓子や果物や、時には思いがけないものを置いていく。初次郎のこの不思議な体験は、その後40年もの間続きました。幾度もあの少年の頃のような旅に出て、最も遠くは海を越え大陸にまで行ったと語っています。その道のりに出てくる土地の名を、当時の桑名にいて知るはずのない土地の様を、初次郎は正確に事細かに語ったと言います。昭和の初め、初次郎はこう言い残して世を去りました。大勢の仙人様のお迎えだ。これからわしは天狗界へ案内されていくのだ。初次郎を導いたあの白髪の老人が本当に何者だったのか。それは今もわかりません。ただ、初次郎の家には旅の間に授かったという面や巻物や掛け軸が彼の写真とともに今も大切に守られていると言います。江戸の虎吉から近代の初次郎へ、天狗と共にあったと語る者の系譜は時代を超えて続いていきました。どちらも本当にあったことかどうかを今確かめることはできません。けれど、不意に姿を消し、ありえない距離を越えて誰も知らないはずの遠い土地のことを語る。その不思議さだけは時代を超えてよく似た形で語られ続けてきました。空を流れる強勢だった天狗が江戸を経て近代に至ってもなお山に住み人を導く者として生きていた。1000年を超えて天狗は人々の語りの中に息づいていたのです。ここまで天狗の長い旅をたどってきました。中国で夜空を駆け下りる天の犬、日本に渡って山に響く見えない鳥、仏の道を妨げる魔縁、そして世に敗れた者の怨念、一つの名がこれほどまでに姿を変え、これほど多くの意味を背負った偉業はそう多くはありません。そして最後に一つ、世を呪ったとされるあの崇徳上皇は今どうなっているのでしょうか。崇徳上皇は現在、白峰神宮という神社に神として祀られています。かつて大魔縁となると誓った帝は、時を経て人々が手を合わせる神になっていました。恐れられた偉業がいつしか恐れ敬われる存在になる。それはこれまで偉業祈祷で何度も見てきたあの道のりです。古い物語に残された偉業たちは、その時代に生きた人々の心の形でもあるのかもしれません。思えば、人が誰かを天狗と呼ぶとき、そこにはいつもある影が差しています。世の秩序からはみ出してしまったもの、中心から外へと追いやられたもの、仏に背いた僧も、位を奪われた帝も、山に消えた者たちも、天狗とはそうした外側に立たされた者たちが集まっていく場所の名前だったのかもしれません。次にたどるのは一つの偉業ではありません。夜の都を行列が歩いて行きます。
先頭を行くのは鬼。それに続くのは古びた道具たち。なぜ異形たちは夜に群れをなして歩くのか。百鬼夜行。異形祈祷、また次の夜に。